3周年記念フェスティバル開設。ジャスパルと申します。ついに詳細が発表されました。3周年記念フェスティバルの内容を皆さんと一緒に確認していきながら、もろもろ解説考察していきたいと思います。昨年の2周年記念フェスティバルを経験された方であれば、だいたい雰囲気つかんでいただけるんじゃないかなと思うんですが、今年が初めてだよという方にとってはちょっとややこしい機能があったりしますので、しっかりと丁寧に解説していきたいと思います。なかなかのボリュームになりそうなんですが、タイムスタンプも概要欄コメント欄につけておきますので、わからないことがあればそちらもご利用いただいて、ぜひ最後までお付き合いいただけますと幸いです。楽しんでいきましょう。それでは参ります。ということで、イベント3周年記念フェスティバル概要です。祝ポケモンスリープ3周年。2週間続くこのイベントは7月20日月曜日のポケモンスリープグローバルリリース3周年を記念した特別な期間です。ナエトル、ヒコザル、ポッチャマといった新大地方のポケモンたちと新たに出会えるようになります。この3匹については事前に動画アップしてますので、そちらをご確認ください。イベント期間中は1周目のみ期間限定ドリームギフトがカビゴンのそばに毎日届きます。ドリームギフトの中身は開けてからのお楽しみです。2週目は様々なリサーチボーナスや真っ白ミントを得られるお祝いフラワーやミニアメブーストのほか、イベント期間外でも定常的に使える新機能の登場も予定しています。そして3周年の記念日である7月20日月曜日にはお祝いと感謝の気持ちを込めたプレゼントも実施します。また期間中の限定ミッションでは1週目にはナエトル、ヒコザル、ポッチャマのポケモンのお香、2週目にはポケモンの飴など豪華な報酬を入手することができます。お楽しみにということで、まず開催期間から参りましょうか。1週目が来週7月13日月曜日からの1週間となっており、そのまま連続2週間の開催となります。いきなり来週から始まりますので、今週もねしっかりと準備して来週臨んでいただけたらなと思います。そして開催フィールドは1週目すべてのフィールド、2週目すべてのフィールドということで、自分で好きなフィールドを選んでいくタイプとなっております。おそらくね、若草本島には独自の飾り付けがされてるんじゃないかなと思うんですが、他のフィールドも結構頑張ってたと思うので、ね、いろんなフィールドの雰囲気を見るというのもまた一つ面白いところなのかなと思いますが、メインの目的は飴とか新大御三家の厳選になるんじゃないかなと思うので、フィールド選び非常に悩ましいところでありますね。そしてミッションもあるんですが、こちら後ほどしっかりと触れていきたいなと思います。といったざっくり概要なんですが、まずはね、この概要の部分にあったもろもろをいろいろとチェックしていきたいなと思います。ということで、まず最初に1週目にある期間限定ドリームギフトについて見ていきたいなと思います。ドリームギフト、昨年はこんな内容になっておりました。ダイヤ400個、万能飴 S10 個、スリープポイント600ポイント、メインスキルの種1つ、食材チケット M3 つ、夢のかけら3万かけら、夢の塊 M2 つみたいな感じでした。今回も1週目のみのドリームギフトとなるので、大体似たような内容になるんじゃないかなと思いますね。で、ドリームギフト、ちょっとした裏技というかコマテクがあって、ログインするだけでもうすでにドリームギフトを受け取った扱いになるんですよね。で、フィールドのカビゴンの横にボックスがね、確かこの辺だったと思うんですけど、プレゼントボックスが出てくるんですけど、それをタップせずに1日を終えると、このプレゼントボックスに勝手に入っているというような状況になりますので、一応ね、バッグパツパツだよという方はそういったプレゼントボックスに移動させるちょっとした細かいテクニックもあるというのが何かの助けになるかもしれません。そんなドリームギフトとなっております。で、おそらくね、3000ダイヤのパックとかにサブスキルの種入りパックとかが来るんじゃないかなと思うんですけれども、このタイミングでね、ダイヤ400個も手に入れられるかもしれないということで、それを足しにしてもいいかもしれませんね。ということで、流れでパックについても見ていこうかなと思います。昨年のパック、こんな感じになっていました。2周年記念パックがあって、各ポケモンのゲットパックも発売されていたよという感じになってます。昨年の目玉はおそらく2周年記念パック L サブスキルの種入りのパックになってるんじゃないかなと思います。ポケモンゲットパックの方は、サブレ的な価格は全然お得度がないパックになってるんですが、飴とお香がある分でお得だと思ったらお買い上げいただくというような感じになってるかなと思います。一応ドリームギフトでダイヤもちょっとゲットできるかもしれないなということで、あとはメインスキルの種とかね、ゲットできるかもしれないなということで、こちらもね、一応あるかもなという体でね、考えておいていただけるといいんじゃないかなと思います。
さあそして続いてなんですが、ここの文章の最後ですね。イベント期間外でも定常的に使える新機能の登場も予定していますということで、要するに常に使える何かしらの機能がこのイベント2週目から追加されるということみたいです。どんな機能になるんでしょうかってことで、ミニロードマップでなんかちょっとね、新機能また追加しますよみたいなことが書かれていたかなと思うので、そこもチェックしていきたいと思います。ということで、ミニロードマップで現在開発に取り組んでいる項目についてなんですが、出会いたいと思うポケモンに睡眠リサーチで出会いづらくなっている件については、先日の 3.6.0 アップデートにて各フィールドのポケモンの種類の調整がっつり行われましたよね。もうクリアしましたよといったところで、次、並行して複数のポケモンのレベルを上げていくことが難しくなってきている。ここに関してはポケモンが EXP を得られる新しい機能の実装を検討していますと書かれております。これはまだ追加されていませんね。そして夏に予定しているアップデートにてレベル30までのポケモンがポケモンの飴で得られる EXP を少し増やしますに関しても 3.6.0 アップデートで実装済みとなってます。じゃあ EXP を得られる新しい機能が追加待ちになっているよと。そして最後に、並行して複数のポケモンのメインスキルレベルを上げていくことが難しくなってきている件についてはちょっと詳細は書かれていないんですけど、なんとかしようと思っているよということが発表されています。それ以外にはね、睡眠部分やそれ以外の継続した拡充もやっていくよということが示されてるんですが、ゲーム的な機能でいうと、ポケモンが EXP を得られる新しい機能、EXP を得られる何が来るんでしょうね。飴を頑張ってゲットする何かとか、学習装置的な何かとか、育て屋さん的な何かとか、そういったことだったり、もしかするとメインスキルレベルに関わる新機能だったりするかもしれませんね。ミニロードマップ的にはこの辺の要素が追加されてもおかしくないのかなといったところで、この期間外でも定常的に使える新機能、果たしてどんなものが来るんでしょうね。非常に注目であります。そんなものが来るよといったところで、3周年の記念日でもある7月20日月曜日にはプレゼントが贈られます。昨年と一昨年のプレゼントはこんな感じになっていました。昨年はプラスルマイナンが新追加されていたこともあって、彼らのお香とポケサブレ、スリープポイント、仲良しのお香なんかがゲットできましたね。スリープポイント2000ポイントマジで大きいので本当にありがたいです。で、一昨年1周年記念の時はポケサブレ10枚なんかがあったので、昨年はね、ポケサブレ10枚の分がプラスルとマイナンのお香に半分置き換わったよという感じだったので、今年はプラスルマイナン出現しないので、またポケサブレ10枚もらえたら嬉しいなというところでありますね。後ほどね、ミッションの内容にも触れていくんですが、限定ミッションでもポケサブレ5枚5枚の10枚獲得できるんじゃないかなと思うので、もしかするとこの3周年のお祝いでさらにポケサブレ、5枚か10枚か手に入るかもしれないということで、お試しバンドルも先日ね追加されたばかりだったりするので、結構潤沢にこの周年イベントポケサブレ投げていくことができるかもしれないなという感じになってると思います。ちょっとここはね、ぜひとも周年ですので期待しておきたいなと思います。そんなプレゼントもあるよという感じになっています。さあ、そして限定ミッションについても見ていきましょう。伝説イベントの時と同じく2週間1個ずつ、1週目のミッションは2週間目の期間終了まで最後までねやることができますし、2週目のミッションも追加されるよというタイプとなっております。で、昨年追加されていたミッションはこんな感じになります。1周目は御三家のお香が手に入る感じで、ポケサブレもあるよといったところで、2周目は飴になってポケサブレと夢のかけらもあるよという感じですね。ミニ飴ブーストも来るので、これ飴とかけらうまいこと使ってねという感じになっていました。で、一応ミッションにマスター1にしようというものが昨年はありましたので、例えばね、開放したての難易度の高いフィールドに挑んでマスター1達成できないということもあるかもしれないので、そこだけちょっとご注意いただければなと思います。1周目にね、難しいフィールド行っちゃって、マスター1到達できなかったってなったら、2周目はちょっとね、もうちょっとマスター1難易度が簡単なフィールドに行って達成すれば、1周目のミッションも2周目に達成しても何の問題もないので、そういったことでね、リカバリーは効くかなと思います。一応マスター1にしようというミッションもあるかもよということで、こんなミッション内容になっていましたね。ここでポケサブレが5枚5枚合計10枚獲得できるかもなということで、私このポケサブレ非常に楽しみにしております。といった概要と
なりますね。もうここまででもなかなかなボリュームになっているわけなんですけれども、周年なのでね、こんだけあるよという感じになっています。で、他の機能に関しては後ほど詳細の部分でしっかりと解説していきたいと思います。さあ、それでは続いてボーナス見ていきましょう。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。まず全日程においてその日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず他の睡眠タイプのポケモンも出現となっております。睡眠タイプごちゃ混ぜ闇鍋その類ですね。そして睡眠リサーチにて特定のポケモンの出現確率アップです。後ほど見ていきますが信号御三家ピックアップとなっております。さあ、そして1周目2周目でボーナスが異なります。若干ややこしいんですが見ていきましょう。まずは1周目、お手伝いポケモンをたくさん仲間にできる1週間。睡眠リサーチにてチャンス1匹確定、1日1回のみ。すべてのお手伝いポケモンのメインスキル発生確率 1.5 倍。お手伝いポケモンの睡眠 EXP1.5 倍。睡眠リサーチでの飴獲得量 1.5 倍、1日1回のみ。期間限定ドリームギフトが使用可能となっております。で、チャンス1匹確定があって、後ほど見ていくんですが、ピックアップ1周目は進化前のナエトル、ヒコザル、ポッチャマだけがピックアップされるタイミングとなっているので、彼らをゲットしに行くのに特に有効な1週間となるかなと思います。で、言い忘れてたことがありました。イベント1周目、ニュームーンデーが重なるはずです。おそらく月火水曜日13、14、15日はニュームーンデーになるかなと思いますので、そのタイミングで満腹抑制機能、色違い出現確率アップ、ダークライやミュウの特別ピックアップも重なるものと思います。なので、チャンス1匹確定でダークライやミュウがゲットしやすいかもしれないし、ナイトル、ヒコザル、ポッチャマたちがゲットしやすいかもしれないし、何かの間違いで色違いも来てくれるかもみたいな1周目になっておりますね。で、飴獲得量 1.5 倍もありますので、ポケモンたちのね、能力がわからない時点からフィールド決めて1周目は行かなくてはいけないので、もう推しの子がいるフィールドに行くか、もうちょっと安牌な選択肢を取るか、みたいな感じになるのかなと思ってます。そんなイベント1周目です。さあ、そして2周目ちょっとややこしいんですよね。お手伝いポケモンをたくさん育成できる1週間です。まず料理の最終エナジー 1.5 倍となります。普通にエナジーがめちゃめちゃ稼げるいいボーナスですね。そして期間限定ミニアメブーストが使用可能です。なんならね、1周目でゲットした新黄御三家をいきなりバキバキに育て上げるということも可能となっております。そして期間限定お祝いフラワーが使用可能です。ここがね、昨年を経験されてない方なんのこっちゃとなるかなと思うんですが、かなり重要なボーナス機能となっているので、後ほど詳しく解説いたします。お待ちください。得られるボーナスの詳細は期間限定お祝いフラワーの項目をご確認くださいということで、後ほど見ていきます。そんなボーナスでした。最後にね、ざっくりまとめたいなと思いますので、一旦こんなものがあるんだなという感じで聞いてみてください。さあ、それではピックアップ参りましょう。下記のポケモンたちとはいつもより多く出会えるチャンスです。中ピックアップ。1周目、ナエトル、ヒコザル、ポッチャマとなっております。全員中ピックアップで、1周目は進化前だけのピックアップとなります。で、進化前だけになるということは、特にエナジーが稼げるリサーチャーであれば、リサーチがちょっとね、下振れしやすい可能性もあるんじゃないかなと思ってます。ここはね、若干フィールド選びに影響出るかもしれないので、ちょっとだけね、ご注意いただけたらなと思いますが、基本的にはもう進化前をがっつりゲットを狙いに行く、そんな1周目にするといいんじゃないかなと思います。そして2周目は進化後も含めた新黄御三家3種族9匹全員がピックアップされます。で、お祝いフラワーにね、飴 2.5 倍なんかがあったりするので、もう特に飴を集めたりするのに有効な2周目となるんじゃないかなと思いますね。そんなピックアップとなっております。で、各フィールドで出会えるポケモンについても初見ちょっこり全フィールド解説の体でざっくりね、フィールドごとの特徴をお話ししていきたいなと思います。まず若草本島なんですが、若草には全員新黄御三家出現しますので、フィールドボーナスが高まってて若草結構エナジー稼げるよっていう場合だったりとか、一旦ね決められないから全員の飴とかゲットのチャンスとかもう均等に取っておきたいなっていう方はね、ぜひとも若草行っていただけたらなと思います。木の実ガチャがあるのはね、若草の大変なところではあるんですが、フィールドボーナスだったり、2周目にはね料理 1.5 倍のボーナスがあったりなどをしますので、そういった部分で若草でもうまく乗りこなすことができるんじゃないかなと思いますね。結構初心者の方にとって安定の選択肢となってくれそうな若草本島でした。
そしてシアンの砂浜にはポッチャマ族が出現します。なのでポッチャマ推しの方ぜひねシアン1周目から行ってみるというのもおすすめですし、卯の花雪原もポッチャマ族のみのピックアップとなっているので、どっちが得意か、エナジー稼げそうかとか、一応他のポケモンの飴がどれだけ欲しいかとか、そういったことを含めて考えていただけたらいいんじゃないかなと思います。ポッチャマ推しの方はぜひどうぞ。シアンの砂浜でした。そしてトープ洞窟にはナエトル、ヒコザルたちが出現します。唯一トープだけ2種族来てくれるので、若草行くほどじゃないんだけど結構トープ得意だし、一応ね2種族来るからどっちも育てたいなと思うのであれば、トープも結構中間択というか安定寄りの選択肢になってくれるんじゃないかなと思います。それこそ今週もうすぐ3周年キャンペーンでラピスラズリ湖畔、キモリとアチャモ2種族ともねピックアップされてるラピスラズリ湖畔行かれてる方なんかはピックアップの雰囲気どんなものかっていうのもね、よかったらコメントに教えていただけますと幸いです。結構ねしっかりピックアップもう4体5体6体来てるっていう感じであればかなりおすすめできるフィールドにはなりそうですね。そんなナエトル、ヒコザル2種族出てくる意外とおすすめできそうなトープ洞窟でした。そして卯の花雪原にはポッチャマ族が出現しますので、シアンの砂浜とどちらが得意かみたいな部分で選んでください。卯の花雪原でした。そしてラピスラズリ湖畔にはナエトル族がピックアップされております。ラピスウトウトはなかなかねゲットしたいポケモンがたくさんいるんじゃないかなと思うんですよね。ミニリュウだったりニャオハだったり不思議種だったりキモリだったりチコリータだったり多すぎるみたいな感じで、このタイミングでガッとナエトルの厳選をやって副次的にチャンス1匹確定がそういうねミニリュウとかに飛んでも嬉しいぞいという感じであれば、ラピスも結構おすすめできるかなと思います。ぜひともご検討ください。ラピスラズリ湖畔でした。そしてゴールド級発電所に関しては新王御三家どころかパートナーポケモンたち誰も登場しないフィールドとなっておりますので、ピックアップなしとなっております。さすがに1周目も2周目も、1周目は飴 1.5 倍、2周目は場合によっては飴 2.5 倍のボーナスがあったりするので、ゴールドに行く理由はあんまり思いつかないんですよね。なるべくねやっぱこのタイミングで新王御三家の飴を獲得しておくといいんじゃないかなとは思いますが、あんまり興味なくてシンプルにゴールドのポケモンたちの飴集めたいよという場合は選択肢に入るかもしれませんね。ゴールド級発電所でした。そしてアンバー渓谷にはヒコザルたちが登場します。ヒコザルピンポイントで狙いたい場合はアンバーになるのかなと思います。一応ねアンバー渓谷でめちゃくちゃエナジーが稼げる方であればウトウトの最終枠ボーマンダとかをある程度狙って出すこともできるかなと思うので、そういった部分の飴集めに使えないこともないのかなと思いますね。ヒコザルたちとそういったポケモンの飴も集めたい場合は検討してみてください。アンバー渓谷でした。そして若草本島 EX には全種族のポケモンが出現してくれます。1周目はねニュームーンデーの3日間ともおそらく被っているかなと思うので、色違い出現確率アップの重複で新王御三家の色違いが出てきてくれるかもしれないみたいなロマンもあったりしますし、2周目ねお祝いフラワーには夢のかけら 2.5 倍みたいなボーナスもあったりとかして、それを使ってもうリソース爆稼ぎするんだみたいなロマンもあるフィールドになってるんですけれども、もちろんねデメリットもしっかりあって、もちろん木の実ガチャもありますし、1周目2周目2週連続のイベントとなるので、やっぱね1周目で本気を出すわけにもいかないと、結構しっかりとパワーを蓄えながら2周目に向けて準備していかなきゃいけないみたいなところもあったりして、なかなかね EX 難しいところではあるんですよね。そういうフィールドなんですけど、あとは飴の量に関しては他のフィールドより若干少なくなるんじゃないかなと思います。 EX って1匹のポケモンが眠気パワーをたくさん使ってしまいがちなフィールドの特徴をしているので、そのね眠気パワー使ってくれたポケモンの飴は結構手に入るんですけど、それ以外のポケモンは星1ネガオばっかりみたいな感じになって、飴効率的にはあんまり良くない、あんまりというかだいぶ良くないフィールドなんですよね。なので本当にやっぱエナジーがっつり稼げる方とか別の目的、それこそ種ポケモンが結構出てきやすいフィールドにもなってるので、2周目に種ポケモンの厳選もしつつナイトル、ヒコザル、ポッチャマの厳選2周目も引き続きやりつつ、夢のかけら 2.5 倍でリサーチ報酬ゴリゴリに稼ぐんだみたいな、そういう別の目的がある場合により選択肢になってくるんじゃないかなと思います。
そんな感じでロマンもあるし注意点もある若草 EX となっております。ということで結構どこのフィールドもいいですよね。そんな感じで一応ね1週目の月火水曜日はおそらくニュームーンで被るということで色違い狙いのロマンもあるよってことでぜひね皆さんファーストインプレッションでどこのフィールド行きたいかみたいなのもねコメントいただけますと幸いです。どこ行こうね本当にフィールドの飾り付けはどこもねいい感じに飾り付けてくれていると思うのでいろんなフィールド見てみたいなと思います。そんなピックアップでした。さあそれではここから各項目の詳細について入っていきたいと思います。特に重要なのはお祝いフラワーですね。お祝いフラワーになっていくかなと思います。でまずね期間限定ドリームギフトなんですけれども1日1個全員同じ中身のものがゲットできるそんなプレゼントになっております。で中身は先ほどご紹介したこちらに近いものになるんじゃないかなと思っています。これ毎日ねその順番はランダムなんですけど1週間毎日しっかりログインしていれば誰でも全部コンプリートすることができるよというものになってます。ちなみに月曜日フィールド移動した時点で中身はすぐに7種類おそらく7種類全部ね分かるようになってるんじゃないかなと思いますね。そんなドリームギフトでした。OK 一番重要なところかもしれません。期間限定お祝いフラワー見ていきましょう。初めましての方は特に重要なボーナスとなりますのでしっかりとご確認ください。期間限定お祝いフラワー開催期間中カビゴンの足元に置かれたプランターに毎日一つ好きな種を選んで植えることができます。種を植えた後睡眠計測を行うと起きた時に花が咲きます。睡眠リサーチを行わなくても翌日にログインするだけでも花が咲きます。種を植え忘れても残りの種から一つランダムに選ばれてプランターに植えられ次の日ログインした時に花が咲きます。種には5種類の色があり植えた種の色に応じて様々なボーナス効果が得られます。赤い種1回目の睡眠リサーチでの飴獲得量 2.5 倍。青い種お手伝いポケモンが獲得する睡眠 EXP3 倍。黄色い種おやつタイムで1匹チャンス確定1日1回のみ。紫の種睡眠リサーチでの夢のかけら獲得量 2.5 倍。白い種真っ白ミントの獲得となっています。でここ重要です。一度得たリサーチボーナスは開催期間中効果を発揮し続けます。一度得たリサーチボーナスは開催期間中効果を発揮し続けますということでこのボーナス単発のものではないんですよね。なので初日に飴獲得量 2.5 倍の赤い種を植えた場合1週間丸々1日1回目のリサーチで飴獲得量 2.5 倍が7日間続くということになります。で2日目に睡眠 EXP3 倍の種を植えた場合残りの6日間睡眠 EXP6 倍となりますみたいな感じで使ってから期間終了まで続くものとなっているのでどれをどの順番で使おうかというのにね個性が出るというか各々の目的に合わせて選んでいくものとなっています。で白い種真っ白ミントの獲得に関してなんですけどこれだけ単発の効果となるので真っ白ミントを基本的には最終日に最後に使っていただけるといいんじゃないかなと思います。5種類の種があるので5日目ですかねに最終日に白い種は一番最後っていうことだけ一旦覚えておいていただけたらなと思います。基本的にはなんですけどねもうすぐさま真っ白ミント使いたいという場合はその限りではないんですが基本的には白い種は最後ここだけ覚えておいていただければそんなに大怪我することはないんじゃないかなと思います。別に大怪我もしないんですけどね。そんな感じで種は1種類につき1度のみ植えることができ植える種を一度選択すると同日中は別の種を選択し直すことができませんとなっておりますので事前にどの順番で種を植えようかっていうのはね考えておくとベターなんじゃないかなと思います。そんなわけでこれら種についてもねいろいろと解説していきたいなと思うんですけれどもこれ一旦逆順でいきましょうか。優先度が低いものから考えていきましょう。まず最後に使うのは白い種なので5番目は白い種で確定してください。ここに関しては一旦白い種は最後という体で話を進めるんですが2番目は
2番目に重要じゃないもの、4日目に使うものは、個人的には黄色い種、チャンス1匹確定になるのかなと思っています。というのも、やっぱチャンス1匹確定って誰に飛ぶかわからないものなので、ランダム性も高いですし、イベント2週目には進化後のね、ポケモンたちもピックアップされていて、ここは詳細発表されて次第なんですけど、進化後がね、もしスキルのポケモンだった場合、なんかスキルのポケモンのドダイトスにチャンスがついても、みたいなところがあったりするじゃないですか。みたいなね、やっぱ不確実要素が大きいというのと、他のボーナスがね、ちょっと強すぎるんですよね。これがね、チャンス3匹確定とかだったらまた話変わったんじゃないかなと思うんですが、チャンス1匹確定って、1周目にもある普通のボーナスなので、それを最初の方に使うのはどうなんだろうなという気持ちが若干あります。ここも好みなんですが、個人的には優先度4番目になるのは黄色い種なのかなと思います。で、赤、青、紫、飴、睡眠 XP、夢のかけら。この3つがね、かなりお好みの3つになってくるかなと思うんですが、個人的には初心者には飴獲得量 2.5 倍を押したいかなと思います。で、初心者じゃない場合、結構がっつりエナジー稼げる方の場合は、睡眠 EXP かかけらからやってもらうのがいいのかなと思いますね。で、まず飴獲得量 2.5 倍に関してなんですけれども、それこそ今週もうすぐ3周年キャンペーンでも宝縁御三家が中ピックアップになっているかなと思うんですが、1日やっぱり 2,30 個ぐらいは、今私水五郎が出てくるトープ洞窟にいるんですけど、1日 2,30 個ぐらい水五郎の飴が溜まったりするんですよね。もちろん他のポケモンたちの飴も 2.5 倍になるんですが、狙っている御三家の飴という点だけで考えると、じゃあ仮に30個ゲットできるとしましょう。それが 2.5 倍になるので75個になる。45個分プラスということになるので、なかなかとんでもない量になるわけですよね。これで一気にその新王御三家ガッと育ててすぐさま即戦力にすることも可能だったりとかしますし、本当にレベル70環境にもなったので、新王御三家推しの子がいるのであれば、ぜひともね、このボーナス使ってがっつりポケモンたち育成してあげるといいんじゃないかなと思いますね。そういった強みが赤い種にはあるよということになってますが、それこそ若草 EX に行きますみたいな、飴があんまり獲得できないフィールドかつポケモンの種類が1種類に絞られてないみたいなフィールドだと分散しちゃうので、それはそれで強いんですけど、ちょっと効果薄れるかなみたいなところもあったりしますね。ちょっとなかなか悩ましいんですけれども、そんな飴獲得量 2.5 倍と。そして結構誰に対してもおすすめできるのが睡眠 EXP3 倍ですね。通常の睡眠で言うと 100EXP が5匹で 500EXP 毎日の睡眠で稼げるわけですよね。それが3倍になるので 1500EXP、なので1日 1000EXP 分浮くということになってます。これを飴換算すれば40個ですよね。 1000EXP 分なのである意味今育てているポケモンたちの飴を40個ゲットできる、そんなボーナスと解釈することもできるかなと思います。例えばラティアス、ラティオスみたいな通常時に飴を集めるのが難しいポケモンを今育成してますよみたいな場合にも結構有効かなと思いますし、ラティアス、ラティオスはね同時に編成することもできるので、そこで1日飴8個分ずつ16個分ぐらい伝説のポケモンの飴をゲットできているというような解釈をすることもできるかなと思いますし、特に高レベルのポケモンを育てている方、高レベルのポケモンって飴で育成する際にもかなりの夢のかけらを使いますよねみたいな部分も一緒にある意味受け取っていると捉えることもできるんですよね。レベル60のポケモンと一緒に寝る場合、その 200EXP 分1日得するわけじゃないですか。200EXP を飴のかけら換算にすると5、6000かけらぐらいいっちゃうんですよね。でレベル65のポケモンであれば7、8000かけらぐらいとかになるんですよ。なので全員65レベルのポケモンたちを寝かせている場合は、その子たちの EXP、200EXP ずつと4万かけらぐらいをある意味ゲットしているような計算もできるので、高レベルのポケモンを育成されている方も睡眠 EXP3 倍は強く使えるんじゃないかなと思います。4万かけらとかね、3万かけらをその夢のかけら 2.5 倍で初日からね稼ぎ出していける人もあんまり多くはないんじゃないかなと思ったりするので、どれぐらいエナジー稼げるかによるんですけど、睡眠 EXP3 倍はそういうね初心者の育成にももちろん有効だし、高レベルのポケモンと一緒に毎日寝てるよみたいな方にもかけら的にも結構有効だしというね観点があるので、そういった部分ちょっとややこしいんですけど
ね、計算できる方はぜひね、どれぐらいお得になるのか考えてみていただけたらなと思います。そんな結構多くの方におすすめできる睡眠 EXP3 倍となっています。そして夢のかけら獲得量 2.5 倍ですよね。この夢のかけら 2.5 倍っていうのはかなり大きなボーナスになっていて、毎年12月のホリデーイベントで夢のかけら2倍があって、クリスマスのタイミングと最終日に夢のかけら3倍があるんですが、この3倍がね、最も倍率高いものとなってるんですが、次に倍率が高いのがこの周年フェスの夢のかけら 2.5 倍となってるんですよね。なのでこのタイミングで特にエナジーをめちゃめちゃ稼げる方は、それをがっつりかけらに変換して、例えば来たる新フィールドの鍋拡張のためにかけらを貯めておくとか、新ポケモンの育成やレベル70のポケモンの育成に使うみたいなことのために頑張るというのも大きなこの周年イベントを頑張る理由になるんじゃないかなと思います。ここは特にエナジーを稼げる人がより大きな夢のかけら的な報酬を得ることになるので、なので初心者にはまあそこまでおすすめでもないのかなという感じなんですよね。どちらかというともう初っ端からいきなりめちゃめちゃエナジー稼げる人におすすめなんじゃないかなと思ってますね。そんな感じで初心者かとか、その自分の進行度によって結構順番も左右されてくるんですけど、この3つをね、どの順番で使っていくのかっていうのが基本的にこのお祝いフラワーの争点になるかなと思います。それこそ初心者であればワンチャンチャンス1匹確定のお花も早めに植えるというのもやぶさかじゃなかったりとかするかなと思うので、ここはねかなりお好みお好みになるかなと思いますね。そんな感じで私もねちょっとこれをどの順番で植えようかもう少しねしっかり考えたいなと思いますので、ぜひね皆さん今の印象でいいんですけれども、どの順番で種使いたいかぜひともコメントでお待ちしております。というわけでそういったねコメント欄とか見つつ、どの順番で使っていこうかというのを考えていただけたらなと思います。とにかく白い種だけ最後ということを理解しておいていただければ大丈夫なんじゃないかなと思います。そんなね2週目のメインのボーナスとなりますお祝いフラワーでした。いやちょっとややこしかったですよね。なかなか大変なボーナスにはなっているんですが、どれもね本当に強力ですし、言うてもね1日ずつずれるぐらいの差なので、そんなに気にしなくてもいいのかなとは思います。でお次真っ白ミントでございます。これを待ち望んでいたという方も多いんじゃないかなと思いますし、初めましての方はなんだそれとなっているんじゃないかなと思います。真っ白ミントはポケモンに使用することで性格によるお手伝い能力の特徴がなくなる道具です。お祝いフラワーのプランターで白い種を育てると真っ白ミントを1つ獲得できます。初めてお祝いフラワーを育てる場合はチュートリアルで真っ白ミントを1つ獲得することができます。真っ白ミントは道具バッグに最大2個まで所持することができますということで、注意点もりもりですまず真っ白ミント、性格で例えばね食材のポケモンなんだけど食材確率が下がっちゃってるとか、スキルのポケモンなんだけどメインスキル発動率が下がっちゃってるみたいなポケモンっていたりとかしますよね。そういったポケモンを無補正に変えてくれるミントになります。これが言ったら1年に1個だけ提供されるものとなってるんですよね。で初めて周年イベント今年が初めてですという方だけ最初に2枚もらうことができるんですが、基本的には昨年を経験されている方は追加でもらえるのは1個だけということになっております。で真っ白ミントは道具バッグに最大2個まで所持することができますとなっておりまして、そうなんですよね、所持数制限のあるアイテムとなっているので、昨年ね2枚チュートリアルを経ている方であれば持っているんじゃないかなと思いますし、私はちょうど使っちゃったから1枚しかないやなんですけど、去年1年間特に真っ白ミント使わなかったよという方は今ね道具バッグに2枚入っているものと思われます。そのうちの1枚はこの白い種を植えるまでの間に使わないとおそらく消失するか、ワンチャンプレゼントボックスに行くかなんじゃないかなと思います。ちょっとねプレゼントボックス行くかどうかは初めてなんですけど、ロストすると悲しみがでかすぎるアイテムではあるので、1年に1個しか基本的には供給されない、課金でも買えないアイテムということになるので、ちょっとねすでに2個まだ昨年から使わずに取っておいたよという方は
この周年フェスティバル2週間目の白い種を植えるまでの間に誰にミントを使おうかというのをね、早急に結論出さなければならないという感じになってるんですよね。この真っ白ミント最大2個までしか持てないは本当にご注意ください。使ってない方心当たりあるだろうと思いますので、そういえば1年間で使わなかったなという方、使えるポケモンいたらぜひちょっと考えていただいて使っていただけるといいのかなと思います。そんな非常に貴重なアイテム、真っ白ミントでした。初回であれば2枚、それ以降であれば1枚手に入れることができます。さあ、それ以外はもういつものやつですね。期間限定ミニ飴ブーストもイベント2週目にはあります。内容もいつも通り1日飴50個まで EXP2 倍の代わりにかけらは4倍になるやつですね。これもうまく使っていただけるといいかなと思います。それこそ伝説のポケモンたちの育成にもとても有効ですし、1週目でゲットした新黄御三家をもういきなりバキバキに育て上げるために使うというのも有効かなと思います。ぜひともうまいこと使ってみてください。ミニ飴ブーストでした。さあ、そして注意事項なんですけれども、特筆すべきものはありませんでした。今回ね、グッドスリープデーなんかも特に重複しませんので、睡眠 EXP1.5 倍や3倍は常に 1.5 倍や3倍ですし、お香を使えば、重複するよということなので、睡眠 EXP3 倍の2週目に成長のお香を置けば6倍にしっかりとなってくれますので、そういったお香をね、使うのにも非常にいいタイミングになっているかなと思います。おそらくパックにも成長のお香とか入ってくるんじゃないかなと思うので、そういったパック買われた方はこのタイミングでそのお祝いフラワー使った後に置いてあげるといいんじゃないかなと思いますね。そんな感じで注意事項も特筆すべきものはありませんでした。そんな3周年記念フェスティバルとなっております。ちょっとね、ややこしいところもたくさんあったんじゃないかなと思うんですけれども、ついてきていただけましたでしょうかね。なかなか最後の最後までね、ややこしくなってしまったかなと思いますので、最後にざっくりまとめをしてこの動画締めていきたいと思います。ということで、イベント3周年記念フェスティバルのまとめです。1週間目はピックアップが進化前のナエトル、ヒコザル、ポッチャマたちだけの1週間となります。もしかするとリサーチが下振れやすくなっちゃうかもしれないので、エナジーが稼げるリサーチャーはそちらご注意ください。ボーナスに関してはチャンス1匹確定、メインスキル確率 1.5 倍、睡眠 EXP1.5 倍、1日1回目のリサーチの雨 1.5 倍です。またおそらく月火水曜日がニュームーンデーです。各ポケモンの能力がわからない状態でフィールド決めなければならないので、もう推しのこの飴を集めに行くのがおすすめなんじゃないかなと思いますし、迷ったら若草やトープに行くというのもいいんじゃないかなと思います。そして EX で色違い狙いをするのもありかと思うんですが、 EX はね、なかなかデメリットもあるフィールドになっているので、翌週の準備にもお気をつけください。そしてドリームギフトもあります。そんな1週目です。そして2週目は進化5も含めて新黄御三家が全員ピックアップになりますので、より飴集めに適していそうだなと思います。で、2週目の月曜日が周年当日となりますので、プレゼントをもらうこともできます。また期間外に常に使えるらしい新機能の追加もこの2週目から行われます。期待しましょう。で、メインとなるボーナスは料理エナジー 1.5 倍とミニ飴ブースト、そしてお祝いフラワーとなっております。お祝いフラワーは飴 2.5 倍、睡眠 EXP3 倍、チャンス1匹確定、かけら 2.5 倍、真っ白ミントとなっております。真っ白ミントは最終日推奨です。所持数制限の2個に本当にご注意ください。で、基本的には飴と睡眠 EXP とかけら、これを進行度や目的に合わせて順番選んでいくという感じになるかなと思ってます。ざっくりそんな感じです。といったイベント3周年記念フェスティバルでした。もしね、何かわからないこととか疑問に思ったことなどあれば、ぜひね、コメント書いていただけますと、私や心優しい視聴者の皆様が答えてくれるものと思いますので、わからないことあればもう本当にお気軽にコメントお書きいただけたらなと思いますね。なかなかややこしいイベントになっているので、ちょっとね、疑問に思うところがあったら何でもご質問ください。ということで、皆さんは3周年記念フェスティバル、どこのフィールドに行かれますでしょうか。一旦ね、今のフィーリングでいいので、ぜひともコメントで教えていただけたらなと思います。また、おすすめのお祝いフラワーの順番も皆さんのね、思うものがあれば、それもコメントに書いていただけますと、私や他の方々の参考になるかなと思うので、そちらもコメント
コメントへお待ちしております。そんなイベント3周年記念フェスティバルでした。開催来週からとなります。しっかりと準備して全力で楽しんでいきましょう。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして非常に心強い助けとなります。本当によろしければポチッとワンアクションいただけますと幸いです。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それではもう早速来週から開催となります3周年記念フェスティバル。今週のね、もうすぐ2周年キャンペーンももう折り返しになってきているので名残惜しいところはあるんですけれども、最後まで楽しんで、しかしながら3周年フェスへの準備もしっかり整えて、この3週間のね、イベントキャンペーン週間全力で楽しみ尽くしていきましょう。皆さんに素敵な出会いがありますことを願っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバイ。3周年も楽しみ。